こんにちは、トミーです。今回は台湾から初めてタイ国際航空を使ってスリランカ・コロンボに行ってきました。チェックインを済ませて保安検査場、イミグレーションを通過し、スターアライアンスのラウンジへ到着です。行ってみるとかなり混雑をしており、すぐ隣のラウンジへ案内されました。台湾名物のルーローファン、そして出来たての牛肉麺など、出発前から軽くお腹を満たしていきます。今回はバンコク経由になるので、まずバンコクに向かいます。実はスリランカももともと行く予定がなかった国なんです。今回お声掛けいただいて急遽決まった旅なんですが、一体どんな場所なのか楽しみと不安で胸がいっぱいです。台北からバンコク行きの機内食はチキンを選びます。機内食も美味しく好印象です。バンコク到着です。スワンナプール国際空港って広いんですね。乗り換えに時間があったのでラウンジで時間を潰しに行ってきます。食事もたくさん用意されていて、ガパオライスを作ってもらいいただきました。辛いのが苦手な私でしたが、量も少なめでちょうどよく、とても美味しくいただけました。バンコクからコロンボまでの機内へはバスで移動しました。機内食はこちらもチキンを選んでみました。中は焼きそばでした。こちらもとても美味しく、タイ国際航空の機内食は好印象です。私、機内食でも食べ、バンコクのラウンジでも食べ、気づけば移動中ずっと何か食べてます。さて、スリランカに到着、どんな旅になるのでしょうか。コロンボに到着したのは夜の23時55分とすっかり深夜です。当初は同じ日程、同じホテルを利用しようと思っていたのですが、空港から市内までタクシーで約1時間半かかり、しかも深夜なので、コロンボ市内にあるシナモンレッドというホテルに宿泊することにしました。ほぼ寝るだけになってしまいますが、清潔感のあるとても綺麗なスタイリッシュなお部屋でした。翌朝になって、なんと目の前にはコロンボのランドマークタワー、ロータスタワーが見えるじゃないですか。そして市内も一望できる最高のロケーションでした。朝食もビュッフェスタイルでいろんな種類のものがあって大満足な美味しさです。チェックアウト前に屋上に上がってみると気持ちよさそうなプールがありました。夜にはおしゃれなバーもやっているそうなので行きたかったですね。ここからの眺めも最高ですね。チェックアウトをしてこれから最終日までお世話になるメインのホテルに向かいます。コロンボでの移動は配車アプリの Uber を使いました。スリランカではビッグミーという現地で主流のアプリもあるそうなので、両方入れておくと便利だと思います。天気が良くて気持ちいいですね。海と電車を横目に、車窓からのこの景色、なんだか絵になりそうですよね。今回お世話になるのはイギリス植民地時代に総督邸だった歴史ある名門マウントラベニアホテルです。お部屋に入るととにかく広く、そしてベランダに出てみると、なんと目の前には貸し切り状態のプライベートビーチが広がっています。バスタブもあるのでゆっくりお湯に浸かることもできます。ただいろんなところで歴史と年季を感じる部分はありましたね。ホテルに到着してゆっくりしていたら
あっという間に夕方になったので夕食を食べに行きます。ウーバーでトゥクトゥクを呼んで移動しました。やってきたのは大きなショッピングモール。いろんなお店がある中で、なぜか私がその日に選んだ気分は東京食堂のラーメンでした。海外で食べる日本の味もまたおつなものですね。帰りにジュースやお菓子を買いにスーパーへ寄ってみたのですが、モール内の店舗だからかそこまで安いという印象はなく、日本とあまり変わらない価格帯のイメージでした。翌朝になり、今日も天気が良く気持ちよい朝です。ロビーはこんな感じでゆっくりできます。朝食のためレストランへ向かいます。入り口でスタッフの方が笑顔で迎えてくれて、朝からとっても気持ちよいです。こちらのホテルの朝食もビュッフェスタイルです。メニューはとにかく種類が多くて、本格的なスリランカカレーからスクランブルエッグなどどれも絶品です。毎朝ついつい食べ過ぎてしまい、お昼になっても全くお腹が空かない状態でした。マウントラベニアホテルに泊まる方なら朝食付きプランにするのがおすすめです。レストランの横にはテラスやプールもあって、いつでものんびり優雅な時間を過ごすことができます。ここからはコロンボの観光スポットを巡っていきます。まずやってきたのはスリランカ国立博物館です。なんですが、正直館内にエアコンがなく、中にあるのは扇風機のみ、まるでサウナのような蒸し風呂状態でした。駆け足で出口へまっすぐ向かいました。続いて高さ350メートルのロータスタワーになります。こちらは2019年の完成時点でスリランカで最も高い建築物であり、南アジア全体でも最も高い自立型タワーだったそうです。蓮の花をモチーフにしたユニークな形をしています。せっかくなので展望台に上がってみることにしました。コロンボの街並みからインド洋までぐるりと見渡すことができます。1階に降りるとお土産屋さんがあり、タワーのグッズから工芸品、紅茶など売っています。こちらはコロンボで最も有名な仏教寺院の一つ、ガンガラーマ寺院です。寺院に入る際には靴を脱いで裸足か靴下で入るのがルールになっています。足元が熱くなることもあるので、厚手の靴下で行くのも安心です。展示もいろいろあって面白いかと思います。ガンガラーマ寺院のすぐ近く、ベイラ湖の湖の上に立っているシーマ・マラカヤ寺院。入り口で入場料を支払い、こちらも靴を脱いで入場します。湖の上にポツンと浮かぶように立っていて、現代的でとってもおしゃれなデザインの寺院でした。こちらは熱気あふれるペター市場です。道沿いに無数の店がぎっしり立ち並んでいて、
現地の人たちのリアルな活気ある暮らしが垣間見えます。スリなどのトラブルに注意しつつ散策をしましたが、カオスな雰囲気ですね。市場を歩いていると赤と白の縞模様が目を引くジャミウールアルファモスク、通称レッドモスクが見えてきました。このモスクは観光客が入れる時間が決まっていて、1日に3回ほどチャンスがあります。見学の時間より早かったので、近くのヒンドゥー教寺院があるということで、おじさんに案内してもらって時間を潰しに行きました。モスクの見学時間になると、玄関右手にある門から入ることができます。中ではガイドさんが英語で丁寧に案内してくれました。とてもフレンドリーで優しい方でした。こちらは少し珍しいスリランカ空軍博物館です。軍の施設なので撮影不可かと思っていたんですが、スタッフの方に聞いてみたらいいよとあっさり OK でした。間近で飛行機やヘリコプターを見ることができます。地元の子どもたちも校外学習で団体で見学に来ていました。元気な楽しそうな子どもたちの笑顔を見ていると、こちらも癒されます。こちらはオランダ植民地時代に病院だった場所をリノベーションしたダッチホスピタルです。過去には警察署や薬局としても使われていた歴史があるところで、可愛いお土産屋さんやおしゃれなレストラン、カフェが集まっています。お土産屋さんでは象の T シャツや置物など可愛いものがたくさんありました。ということで、あっという間のスリランカコロンボ旅でした。時間が早すぎたので、近くの入り口にプライオリティパスが使えそうなラウンジがありました。しかし、なぜか使うことができず、お金を払ってラウンジを利用することにしました。少しでもスリランカの空気感や雰囲気だけでも味わっていただけると嬉しいです。もしよろしければチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。おまけでレッドモスクでの待ち時間のお話を少し1時間以上あったので、悩んでいると自称ボランティアのおじさんが登場。ヒンドゥー寺院を案内するよと言われ、寺院巡りへ一緒についていくことにしました。途中トゥクトゥクにも乗ったのですが、高額な運賃を請求され、チップを要求されます。まあいい時間潰しではあったので、お付き合いさせていただいたお金と思ってお支払いさせていただきました。